こんにちは、こうです。本日は海外で起きたトラブルについてお話します。皆さん結構あるんじゃないですか。僕もかなり海外経験は増えてきているんですが、様々トラブルこれまであったので、その話をしようと思います。まず最初に何の話しようかな。じゃあドイツからですね。この YouTube チャンネル見ての通り、ドイツを中心にしたドイツのYouTube チャンネルなんですけど、ドイツでもたくさんトラブルあってきました。一つ目があれです。終電逃してやらかした話みたいなのがあるんですけど、この動画たくさん見てきてくれてる人はもう知ってると思うんですけど、僕一回終電乗ってで間違って駅を降りてしまったっていうエピソードがあって、ドイツの駅名って結構似てるんですね。なんとか見てとか、なんとかハーフェンなんですかね、ハフトバンホフっていうその HBF って書かれてる中央駅があるんですけど、大体そこでみんな乗り換えとかするんですけど、そこより手前になんとか見てとか、なんとかなんていうんですかね、その中央駅に似た名前の駅があって、僕はその乗ってたらそこ間違えて降りちゃって、それがその乗ってた電車が終電だったので、途中で降りちゃったせいで中央駅に着かず、っていうことがありました。それが僕が2018年の初めてドイツに留学した時に起きた事件なんですけど、そこから僕はもうなんかね、タクシーとかね、ドイツなかなか拾えなくて、でどうしようかな、タクシー見つけたとしてもすごいお金かかるなと思って、周りのホテルとか検索して泊まれるとこないかなと思ったんですけど、なんかもうその日中にはなかったんですね。もう終電だから遅いっていうんで、僕何したかっていうと、その駅で一晩過ごしました。これもう本当トラブルですよね。多分今までここまでなんか大変だったのはあんまりないんじゃないかなと思います。海外で初めて野宿ですね。で過去の動画でも話したかもしれないんですけど、その時僕もう次の朝の電車まで駅で待ってよっていうんで、ホームでね寝て過ごしたんですけど、なんかそこの駅人だかり少ない割になんかあれなんですよね、人がちょこちょこうろうろしてて、なんか僕の周りをうろうろしてるおじさんが当時いたんですけど、あれはすっごい怖かったです。なんか財布とか、上着とか取られんじゃないかなっていう恐怖感。それこそ今でこそドイツの雰囲気とか分かりますし、街がどんな、それぞれの地域がどんな感じの治安なのかってなんとなく感覚で分かるようになったんですけど、当時はもう来たばっかりなんで全然分かんなくて怖かったですね。でそれで多分さすがに眠いんで1時間とかちょっと寝ながらまたすぐ起きて周りキョロキョロしてみたいなことを繰り返したりしたのがドイツでの一番のトラブルでしたね。多分今後ドイツにこれから来る人とかって駅名のね、似てる駅名とかどの電車乗ったらちゃんと着くのかとか本当にその辺分かんないと思うんですけど、くれぐれも余裕を持ちましょう。僕確かどこ行ってたんだっけな、覚えてないんですけど、多分ニュルンベルクかなんか行った帰りだったと思うんですけど、遠くに行って日帰りかなんかで戻ってくるっていう時にそういうトラブル起きたんで、絶対終電より 2,3 本前とか乗って家に帰るようにしましょう。はい。その他ドイツのトラブルだと、フリックスバスがなくなるとかありましたね。前ね、僕そうですね、長距離移動に使う高速バスがドイツにあるんですけど、ヨーロッパのスイスとかの方にもフリックスバス走ってるんで、ヨーロッパって定義しとくと、その高速バスが夜行バスとか高速バスがなくなるっていうことがありました。これもなかなか日本ではないんじゃないですかね。だから僕もともとの予定だとそのバス乗って翌日の朝にA 地点から B 地点にたどり着いて、その B 地点でなんかいろいろするっていう予定だったのが、A 地点から B 地点にそもそも行けないっていうのでスケジュールを大幅に変えるっていうことがありました。幸いなんかあっちに絶対いなきゃいけないみたいな感じでもなかったのでそこは大丈夫だったんですけど、もしね本当にその現地にいないと困る、それこそ旅行めちゃめちゃ組んでてとかだったらもう意地でもあっちに
行かなきゃいけないので、電車に乗るのか何なのかしないといけないなと思います。本当にそういうドイツとかね、ヨーロッパが本当日本とちょっと基準が違うので、旅行する時とかすごい、スケジュール組みにくいんだろうなと思います。そうですね、ドイツでのトラブルはやっぱり移動関連が多いのかな、そう考えると。それ以外はね、そんなにないかもしれない。あるのかもしれないけど、そこまでトラブルってほどはないかな。人関係、レストラン行ってなんかあったとかも特にないので、たまに YouTube とかで人種差別とかの話もしてますけど、僕全然そんな無頓着なのかもしれないですけど、そんなに感じたこともないですし、比較的移動以外は快適に過ごせているかなと思います。そうですね、トラブルに関してはそんな感じ。じゃあ次はドイツから出まして、シンガポールの話に行きます。シンガポールはね、2018年の9月かな、8月9月10月らへんに行きました。でその時がドイツからシンガポールに、国際会議で行くっていうやつだったんですけど、人生初の、トランク届かないっていうことが起きました。あれはすごいびっくりしましたね。噂に聞いてたトランク紛失事件だと思って。で海外トラブルのそのトランクなんですけど、確か、フィンランドからシンガポールに行くっていうルートだったんですね。でそれで多分フィンランドに取り残されちゃったのかな、多分なんかそんな感じでした。でトランクなくて、やばいトランクないと思って、すごい空港でしばらくシンガポールの空港で待ってたんですけど、来ないから、職員さんに聞いたらなんかわからんと言われて、でどのぐらい経ったんだろうな、あれ1時間2時間とかは経ってないのかな、経ったか分かんないけど、その時に改めて聞いたら、トランクだけ置き去りにされてるんで、届き次第郵送するんで住所書いてくださいって言って、その場で滞在先のねホテルの住所書いて、1日目と2日目がたまたま泊まるところ書いていて、1日目は、普通のホテルで、2日目は有名なホテルマリーナベイサンズ泊まるみたいなスケジュールだったんで、それも詳細書いてみたいなことをしましたね。で無事ね2日目かなに届いたので、1日目とかもう下着とかも何もなかったので、シンガポールのコンビニで買ってそれで着替えて、1日目と同じ服装を2日目も着てみたいな感じでした。幸いシンガポールはねあったかいんで、T シャツと短パンみたいな感じだったので、そこまで影響はなかったかなと思います。なのでシンガポールトラブルというより飛行機のトラブルですね、すごい今後もあるので、あそこから思ったのはやっぱりトランクにあんま貴重品入れないようになりましたね。昔から入れないようにはしてたけど、本当に経験したので入れないです。だから絶対パスポートとか、パスポート絶対リュックには入れると思うんですけど、本当現金とかそういうのはトランクに入れない方がいいです。絶対所持飛行機の中に入れるカバンとか手元に絶対持ったまま入るのをお勧めします。そうですね、他にシンガポールのトラブルは特にない気がします。なんかガム噛んだりとかして路上に捨てると良くないとか、そういう話は知ってたので、その辺もやってなかったのが良かったかなと思います。続きまして、シンガポールからさらにまた南国赤道直下の国になるんですけど、タイのバンコクですね。ご存知の方もいると思うんですけど、僕タイのバンコク住んでたことがあって、その時のエピソードで、幼少期というか小学生だったので記憶が曖昧なんですけど、その中でも振り絞って覚えていることを話します。トラブルなのかはなんか微妙なんですけど、バンコクで財布を後ろのポッケに入れてて怒られたっていう話があります。バンコクやっぱ比較的治安はいいとは言い切れないのかもしれないですけど、割といい方だと僕は思っていて、それでもやっぱり日本みたいにお尻のポッケにお財布入れるなんてことは絶対しちゃいけないですね。特に普段住んでる人だったらまだしも、なんか旅行とかちょっといるぐらいだったら気をつけた方がいいかなと思ってるんですけど、僕は当時お財布を
ケツポケット、お尻のポケットに入れてて、で誰だったかな、多分なんか大人の人にお尻のポッケに絶対入れない方がいいって言われて、すごいタイの現地の人に怒られました。でそこからなんかお尻ポッケに財布入れるの危ないんだなって言ってやらなくなったんですけど、なんかそれより前って結構なんか日本だとね、昔長財布をねお尻のポッケに入れるのとか流行ってたんですよ。だからそれも多分あってやっちゃってましたね。当時そのおかげでなんかお金を盗まれるとかそういうことはなかったので、逆にトラブル回避になったんですけど、ちょっと怒られたっていう話をしときます。なので皆さんお財布は本当当たり前ですけど、なるべく体に近い部分で相手から抜かれにくいところに入れておいてください。あとはですね、昔この話もしたと思うんですけど、雨の日はすごい水はけが当時悪くて、2000何年あれは12年ぐらい、今はもう改善したかもしれないんですけど、昔こう雨も多くて、でそのバーって降った後に路上にある車とかがバーってこう雨が溜まって流されていったりとか、あとなんか雨の水の水位が上がりすぎてゴキブリたちが壁中にこう逃げるためにガーって寄っていって、白い壁が真っ黒になるっていうのを見てたんですけど、やっぱその辺はすごかったですね。だからもしなんか車とか自転車とかなんかバイクとかで移動した時になんか路上に雨の日に置いとくとすごい流されたりとかするんで、そこは気をつけた方がいいんだろうなと思います。どうなんですか今は。なんかもし知ってたら教えてほしいんですけど、僕的にはなんかその辺がタイ・バンコクの思い出かな。あとはお寺とかで結構なんか宗教ならではのルールとかがあって、例えば裸足で入らなきゃいけないとことかあるので、そういう時とかちゃんと靴下も脱いで入ったりとかした方がいいのかなとか思いますね。なのでその辺のトラブル回避とかは事前知識で補えると思います。はい、タイもいろいろあったな。なんか僕昔本当に車の通る路上とかで象が歩いてて、こう観光客相手に象乗りませんかみたいな感じで言ってたのを思い出すんですけど、その話タイの人にするとそんなわけないって言われるんですよ。だからなんか小学校の頃の記憶って嘘なのかなと思うんですけど、多分路上に象とかがいた気がするんですよね。その辺とかすごい懐かしいなって、なんか今話す内容を書いてて思いました。そして次がインドネシアのバリ島ですね。バリ島、皆さん行ったことありますか？バリ島すごい良くて、未だに行った場所ランキング上位で、また絶対バリ島行きたいなと思ってるんですけど、そんな中でもちょっと悲しいエピソードがタクシーのぼったくりですね。バリ島は完全にあれはやられました。当時僕含め4人かなで旅行行ったんですよ。でそのうちの1人が英語も喋れて、なんか僕と同じでちょっと夜の街とか行ってアクティブになんか探索するのが好きで、じゃあ行こうぜっつって44のうち22に分かれて、その2人でタクシーに乗って行ったんですけど、そのタクシーの運転手さんが何だったかな、ホテルの人にお願いして呼んでもらった運転手さんだったんですけど、そうだ思い出した。タクシーのメーターがあるんですね。タクシーにインドネシアとかバリと当たり前ですけどメーターがあって、そのメーターをもうじゃあ全然安くするからメーター切るよっつってメーター切って任してって言って運転されちゃって、でもバカだなと思うんですけど、今だったらやらないんですけど、やっぱメーターなしで運転されるといくらでも相手提示できちゃうんですよね、値段を。で僕らもなんかこうホテルの呼んだ人だしオフィシャルな運転手さんだから絶対大丈夫だろうと思ったら、多分ホテルとその運転手さんがいい感じに組んでたのか分かんないんですけど、しっかりGoogle マップとかなんか当時どうやって調べたかな、なんか多分ブログ記事とかいろいろ見て、だいたいこの値段でタクシーは行けるっていう書いてあった値段の倍ぐらい請求されました。
で2人で意味わかんないなって思いながらこう話してて、まあでももう夜の街というかもう外行きたいので分かったっつって結局2人で割り勘して払ったっていうのがありました。なのでもしね海外でタクシーのメーターがあるかどうか、そうタクシーメーターがまずねあるかどうかをチェックですね。まあウーバーとかだといらないと思うんですけど、最初にお金払うんで、最初には払わないか。ウーバーだったらもう自動で引き落とされるんで、まあ、システム上どんな値段だったのかを見て、あまりにもおかしいってなったら別にウーバーの会社経由で文句言ったりするんですけど、発展途上国とかそういうところでメーターのないタクシー乗ると結構そういうトラブル起きるので気をつけてください。で、懐かしいな。なんかその際に払ってで僕多分現金がそこで結構尽きたんですよね。なくなって、で当時2人で行こうって言ってたお店飲み屋さん、旅飲み放題みたいなお店が入れなくてでなんかどうしたんだっけな、全然覚えてないんですけど、なんか別のお店かなんか行って楽しんだっていうのがありました。だからなんかタクシーで移動費にすごいお金を取られてやりたいことできなかったっていうのはすごい未だに悔しい思い出ですね。それ大学の卒業旅行で行った時のお話です。そうですね、バリ島は本当になんかそういう思い出はあるもののめちゃくちゃ綺麗だし物価安かったしすごい良かったのでおすすめです。他にはスペインですね。スペインのアルハンブラ宮殿とかその辺マラガとかに行ったんですね、2018年とか。その時もちょっとしたトラブルというか大変だったなと思うことがありまして、当時僕が留学でできた友達の家に泊めてもらったりとかして過ごしてたんですけど、スペイン行ってあまりにもそうなんだと思ったのが、英語が通じなかったです。本当に当時その留学に行ってたドイツの留学にその子も来ていて仲良くなって、僕のオクトーバーフェストの動画とか見たら彼とか映ってるんですけど、その友達の家とかに行って、で夜なんかもう遊びに行くぞっつってこうなんかいわゆるクラブみたいなところに一緒に行くんですけど、なんかそこで会う人全員英語喋れなくて全員スペイン語しか喋れないっていうことがあって、あれはトラブルはまあ友達いたし起きなかったんですけど、すごいなんかこんなに通じないんだと思いました。なんかよく日本で英語通じなさすぎるっていう話があるんですけど、まさにこういう感覚なんだろうなと思って、英語しか喋れない人が日本に来たらこんな感じなんだろうなっていうのをなんかちょっとプチ体験したっていう感じでしたね。であとね、本当に夜で強いんですよ。なんて言ったらいいの、僕も夜眠くなるんで結構てっぺん越えると眠くなるからあんまり頭機能しなくなるんですけど、あっちの人夜になればなるほどどんどん元気になっていくんで本当にそこはすごいなと思いました。なんかスペインと日本、まあ日本でもねいっぱいそういう人は夜行性みたいな人いるんですけど、僕も完全に朝方だったので当時からスペイン語で何言ってるか分からなかった上に眠すぎるみたいなんでなんかもうわけ分かんなかったですね。であっちのお酒もやっぱりなんかショットとかそういうのも多かったんでね、ほんと酔っ払ったし、まあいい思い出ですけどね、多分あれ一歩間違ったら海外トラブルになってるんだろうなっていう感じです。はい、なので皆さんもしねそういうマラガとかいわゆる、マドリードとかバルセロナみたいなとこじゃないところに行くときはある程度スペイン語をこう予習していくのがいいのかなと思います。もしくは現地の友達とか、ガイドさんとか用意するといいかなと思います。はいですね。あとは何だろう、なんか他にあるかな。特にはない気がしますね。オランダ行った時とかなんかあったかな。特にトラブルはないんですけど、日本人がオランダに行ってびっくりするのは本当街中が甘い香りがするところですね。大麻が合法なのもあって本当にオランダ中が変な匂いが満喫してます。僕
とか、僕奥さんと一緒にそこのオランダ行ったんですけど、本当に特に奥さんがタバコも含め苦手、僕も苦手だったりするんですけど、歩くたびにすごい匂いが強いので匂いのしないところに逃げていくみたいなことをしてました。別に否定肯定とかはないので全然吸ってもらう分にはいいんですけど、本当街は独特だったなと感じますね。美術館とか周辺はそこまで気にならなかったので、やっぱりちょっとした抜け道があるようなところからすごい感じますね。でドイツ留学してる子なんてみんなドイツ留学してる子とかオランダ行ったりとかして帰ってくるとみんな言うんですけど、なんかドイツでも匂いがするみたいな。だからなんかオランダ行ってからドイツ戻るとそういう気づきとかあったりとかするっていう感じですね。だからその辺のなんか文化とかなんていうんだろう、何が OK で何がダメかっていう基準が海外だと違うので、その辺ちょっと気をつけないとトラブルに巻き込まれるかなというふうに思います。そうですね、そんな感じです。まだまだ話し足りないので、また海外トラブル2みたいな動画を出せたらいいと思うんですけど、一旦今日はこんな感じになります。今後ともね、海外へのますます最近ね、パスポートがまた世界最強国になったっていうのが日経新聞だったかなんかに載ってたと思うんですけど、どんどんね海外に行きたいっていう人たちも増えてくると思います。円安とかまだまだ大変なので行きにくいとは思うんですけどね。なので今後海外に行く上でトラブルに巻き込まれないような対策とか事前知識みたいなところは大事になってくると思うので、この動画良かったんじゃないかなと思います。僕もね改めてアンテナ張ってまだまだこういうことが起きると思うので、起きるたびにメモって海外トラブル2として出せたらなと思います。はい、この動画いろんな方に見てほしいので高評価、またですねバージョン2に向けて動画またいつか出すのでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また Facebook とか Twitter、X ですね、Instagram、いろんな、TikTok でも何でも切り抜いてもらって大丈夫なのではい、動画シェアよろしくお願いします。はい、本日の動画もありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。